君は僕の企画を盗んだね、本田くん。先輩社員がそう叫んだ瞬間、俺は彼の企画を盗んだ犯人になった。同じ企画部の社員ながら、同僚たちに寄せられる信頼は天と地ほどの差がある。当然のように、誰もが俺に白い目を向けた。彼は、そんなことをする人じゃありません。唯一、ある女性だけが俺の味方をしてくれたのだが、それも虚しく、俺には左遷の辞令が下ったのだった。このまま、あなたと会えなくなるのは嫌。その女性が涙を流したとき、諦めかけていた俺の心に、再び火が灯った。そして、俺は決意した。ずっと逃げ続けてきた自分を変える。絶対に、このまま諦めてたまるかと。俺の名前は本田翔馬、28歳。とある菓子パンメーカーの企画部で働いている。そこそこ名前が知られた会社で、しかも企画部だなんて、こんなところで自分が働けるなんて思っていなかった。だって俺は、本田くん、明日は企画会議だけど、企画書は完成したのかな？あ、はい、鶴木さん。いきなり背後から声をかけられ、ドキッとしながら振り返る。先輩社員の鶴木大輔さんは、ニコニコと人のいい笑顔を浮かべながら、こちらに手を差し出してきた。僕がチェックしてあげるよ。あ、はい。お願いします。その手に完成した企画書を渡す一瞬、俺は少し戸惑った。本当は嫌だ。よりによって彼に見せるなんて。だって彼は、もう主任には確認していただいて OK も。まあまあ、いつも言うけど、チェックする人の目は多い方がいいだろう。会議もスムーズになるし、何より君のために。はい。俺のためだと彼はいつも言う。そして親切に企画書をチェックしてくれたり、仕事のアドバイスをくれる時もある。そして最後に、決まって同じことを言うのだった。全然ダメだね。全然ですか。ほら、このあたりとか、どの層をターゲットにしているのかわからないし。それは、子供からお年寄りまで美味しいパンがコンセプトで。ダメ。そんなの売れないに決まってる。そもそも会議を通りっこないよ。そうですか。それからここも、この部分の言い回しも、ニコニコと親切な先輩の顔で、鶴木は次々と俺の企画書にダメ出しをしていく。そして最後に、やはりお決まりのセリフを放った。やっぱり大学くらいは出ていないと、企画を考えるのは難しいのかな。なんて、冗談だよ冗談。まあ君も、うまくいかないことは多いだろうけど、この程度でやめるなんて言わないでよ。なんたって、本田くんは高卒の星なんだから。俺の肩を抱きながら、鶴木は耳元で囁いてくる。彼が言う通り、俺の最終学歴は高卒。大卒ばかり集まる企画部では異例の存在で、もう働き始めて1年になるものの、未だに周囲から浮いている。時には、はっきりと高卒をネタにからかってくる社員もいて、その筆頭が彼、鶴木で、表向きは親切な先輩の顔をしながら、実は部署の誰よりも高卒が同じ職場にいることを面白がっているのだった。それじゃ、この企画はボツってことで、明日の会議も見学だね、本田くん。はい、ありがとうございました。気にしないで。後輩の面倒を見るのが先輩の役目だから。ははは。俺の企画書を手に持ったまま、上機嫌な様子で去っていく鶴木。それを一体どうするつもりか、わざわざ聞かなくても見当がつく。この企画のコンセプトは、子供からお年寄りまで美味しいパンです。翌日の企画会議。彼が意気揚々と自分の企画を発表するのを、俺は会議室の隅で小さくなりながら聞いていた。なかなか練られた内容じゃないか。さすが鶴木だな。ありがとうございます。部長の言葉に、鶴木は満面の笑みで頭を下げた。まるで本当に、最初から自分が考えた企画であるかのように。俺は今回もまた、彼にアイディアを奪われてしまったのだった。君も、鶴木のプレゼンを聞いただろう。
あれくらいとはさすがに言わないが、もう少しやる気を出してもいいんじゃないか。会議の後、部長は俺を呼び出してため息をついた。あれは自分の企画だったとも、アイディアを盗まれたとも言わず、俺は黙って下を向く。今回こそ企画を出すという約束だっただろう。君だけだよ。今年に入って一度も出していないのは。今まで何をやっていたんだ？すみません。はあ。もう一度、より深くため息をついて、部長は苦々しい顔で、こんなことは言いたくないんだが、とつぶやいた。本来なら、君は人一倍頑張らないといけないんじゃないか？その経歴の分だけ。はい。だからこそ、人一倍企画を考えては、それを鶴木が奪っていくのだと、俺が訴えたところで、部長は聞く耳を持たないだろう。向こうは、有名私立大卒のエリートで、こちらは1年前まで派遣社員だった高卒。初めから信用が違うのだと、鶴木本人が何度も言っていた。給料泥棒だな。自分の席に戻る途中、そんな声がはっきりと耳に届いた。ろくに企画も作らず、部長に叱られてばかりいる。企画部の給料泥棒。高卒のくせに入社できたのも、きっとコネか何かを使ったに違いないと。それが俺に対する同僚たちの評価だった。鶴木さんも大変ね。ただでさえ忙しいのに彼の面倒まで押し付けられて。そんなことはないよ。ただ、僕の力不足で彼が実力を発揮できていないんじゃないかと。それだけが申し訳ないなって、最近は一人になるたび考えてしまうんだ。同僚たちに囲まれた鶴木が、わざと疲れたような顔で目を伏せる。その様子に、周囲から同情の声が上がる一方で、俺には、これほど優しい彼に迷惑をかけてと、冷たい視線が一斉に飛んでくるのだった。ほら、やっぱり、鶴木が自分の株を上げるたび、そんな暗い気分にさせられる。彼がいる限り、この職場で自分が信用されることは、たった一人を除いて、きっとありえないのだと。そろそろ悔しいんじゃない？やられっぱなしじゃ。俺の顔を覗き込んで、その人が耳元で囁く。うわ！時刻は夜の8時過ぎ。残っているのは自分だけだと思っていたので、俺は飛び上がるほど驚いた。びっくりした？しました。けど、なんで嬉しそうなんですか、主任。だって本田くん、やっと私を見てくれたんだもの。整った綺麗な顔で、まるでいたずらが成功した子供のように笑う美人。主任の白戸彩乃さんは、俺に缶コーヒーを差し出しながら、ずっと呼んでたのよと言った。そうなんですか？全然気づかなくて。相変わらず、すごい集中力ね。次の企画を考えてたの？はい。どうせ考えたところで、また横から鶴木に奪われるのがオチなのに、懲りないよなぁと、俺は自分自身を笑うのに、主任だけは決して俺を笑ったりしない。そういう人だということを、俺は知っているのだった。残念だったわ。あの企画、すごく面白いと思ったのに。鶴木さんなら、きっと商品化まで持っていけますよ。発表したのが本田くんじゃなかったから、残念だったって言ってるの。企画自体はもちろんだけど、あれを本田くんが作ったっていうところに、私はワクワクしたんだから。よくわかりません。手元に目を落とす俺の肩を、主任はねぎらうようにポンポンと叩いた。次は楽しみにしているわと。企画部の中で、主任だけが鶴木の本性を知っている。入社したばかりの頃、初めて鶴木に企画を奪われた時、驚きとショックで落ち込む俺に、彼女は声をかけてくれた。そして、俺の話を少しも疑うことなく、聞いてくれたのだった。助けてあげるのは簡単だけど、これでも私、本田くんの上司だから、乗り越えられる試練は自分で乗り越えて、卑怯な人に負けないくらい強くなってほしいの。有名な国立大学でマーケティングを学び、これまで数多くのヒット商品を生んでいる主任。その優秀さで信頼される彼女なら、きっと部長も訴えを聞き入れてくれる。けれど、あえてそうしないのは、俺に一番必要なのは何か
早い段階で気づいていたからだった。その代わりと言ってはなんだけど、このプロジェクトに興味はない？え？主任が差し出してきたもの。それは先月の企画会議にて、満場一致で商品化が決まった企画の資料。発案者の主任がリーダーを務めるプロジェクトチームへの誘いだった。ね、一緒に頑張ってみない？本田くん。いやいや、無理です、俺なんか。ほら、そういうところ。私はあなたがいいって言ってるのに、どうして本田くん自身が遠慮しちゃうの？それは、俺なんかが参加したら、他のメンバーが黙っていないから。きっと、高卒と同レベルに見られたと憤るだろうし、信用できない人間がいては、チームワークもあったものじゃない。俺抜きの方が、ずっとプロジェクトの成功率が高いのは誰が見たって明白だった。とにかく、俺には無理なので。残念でした。私もう本田くんをメンバーにするって決めちゃったの。絶対に説得してみせるから。サラサラの髪を耳にかけながら、主任がニッと笑う。いつも優しくて頼りがいのある上司なのに、時々結構強引なところがある。誰が見たってお荷物社員の俺を、なぜか一人だけ頑なに見捨てようとしなかったり。そして主任は有言実行の人でもある。翌日から俺は、暇さえあればプロジェクトチームへ勧誘を受けるようになった。本田くん、今日のお昼は時間ある？ランチついでにゆっくり説得させて。本田くんの力が必要なの。このプロジェクトを成功させるためには。いくら断っても、一向に諦めようとしない。それどころか、主任はむしろ日に日に大胆な手で勧誘してくるようになって。ねえ、いいでしょ、本田くん。メンバーになってくれたら、毎日してあげるから。主任。結構上手でしょ、私。気持ちいい？はい。それじゃあ。何やってるんですか、白戸さん。ここはオフィスですよ。体を密着させる俺たちのもとへ、焦った顔で駆けつけたのは鶴木だった。何って、本田くんの肩を揉んでるんだけど、それが？距離が近すぎですよ。本田も上司に肩を揉ませたらダメだろ。あら、むしろ私がお願いしたのよ。どうしても本田くんが欲しいから。ポカンとする鶴木に主任は説明した。俺にプロジェクトチームへ参加してほしくて、あの手この手で説得している最中だと。それだけ、俺の働きには期待している。だから、あまり今後は馬鹿にしない方がいいと、主任はさりげなく鶴木に釘を刺してくれたのだった。その意図に気づいたのか、そうじゃないのか。鶴木は突然わなわなと震え出して、いつになく余裕のない表情になった。それなら、僕が立候補します。白戸さんのチームには、ぜひ僕を加えてください。鶴木くんを？確かにあなたは優秀だわ。そうでしょ？きっと白戸さんのお役に立てますよ、僕なら。そうね。しばらくの間、鶴木の申し出に考え込む仕草をして、やがて主任は、はっきりと首を横に振った。その気持ちは嬉しいけど、今回はあなたをチームに加えるつもりはないの。そんな、どうしてですか？白戸さん。もう行かないと。またね、本田くん。次こそ必ず説得してみせるから。待ってください。俺に手を振りながら、颯爽と去っていく主任。その後を、鶴木が慌てて追いかけていく。去り際に、俺の顔をきっと鋭く睨みつけて。鶴木が主任に好意を持っていて、恋人の座を狙っている。こんな噂を聞いたのは、それから間もなくのことだった。同時に、俺は鶴木が勘違いをしていることを知ったのだが、その時すでに、もう後の祭りだった。すごくいいじゃないか、この企画。それは翌月の企画会議直前。いつものように企画書をチェックしてあげるよと、俺の元にやってきた鶴木だったが、なんと、ダメ出しをしないどころか、俺が作った企画を絶賛した。いけるよこれ。僕なら即座に商品化を決定するね。ヒット間違いなしだから。そんなにですか？ああ、それは俺も、かなり自信を持って完成させた企画だった。なので、
少し怪しいと思いつつも、たとえ相手が鶴木だとしても、認められたことは素直に嬉しくて、完全に油断してしまった。だけど惜しいな。ここを直せば完璧なのに。どこですか？ちょっと待ってて。修正案を作ってくるから、その間、この企画書を借りていいかな？はい、わかりました。やがて小1時間ほどで、本当に企画書は戻ってきた。明日はお互いに頑張ろうねという激励の言葉。それに力強い握手と一緒に。だから、俺は鶴木の企みに気づかなかった。この時少しでも疑って、主任にも企画書を見せていれば。ちょっと待ってください。翌日、俺が企画のプレゼンを始めた矢先だった。部長をはじめ、企画部の全員が集まった会議室で、いきなり鶴木は立ち上がった。すみません。一旦僕の話を聞いてもらえませんか？どうしたんだ、鶴木くん。何かあったのか？部長はもちろん、その場にいた全員の視線が鶴木に集中する。鶴木は全員の顔を見回すと、思い切ったように、誰もが驚愕する言葉を口にしたのだった。本田くん、君は、僕の企画を盗んだんだね。これを見てください。絶句する俺をよそに、鶴木は全員へ資料を配り始めた。それは、事前に俺が配っていたものと、全く同じコンセプトやアイディアの企画書だった。どうなっているんだ、これは。鶴木くん。部長、実は、先日、本田くんにアドバイスを求められまして、全く新しい企画を思いつかないので、ヒントが欲しいと。そこで、僕が構想していた企画について話したんです。それは本田くんを信じたからこそです。なのに、悲しげに声を震わせ、目を伏せる鶴木。彼を除いた全員の視線は、今度は呆然と立ち尽くす俺に集中した。誰もが鶴木の主張を全く疑わず、俺を盗作の犯人だと決めつける。とても冷たい視線が。違います。本田くんは盗作なんてする人じゃ。たった一人分だけ、俺をかばうような声が聞こえた気もしたが、ここから記憶は曖昧で、気がつけば企画会議は中止になっていた。そして、俺は部長と二人きりで、会議室に残されていたのだった。おい、聞いているのか、本田。はい、聞いています。テーブルを叩いて怒鳴る部長に、俺は呆然としながら答えた。自分が鶴木の罠にはまったなんて、まだ実感が湧かない。けれど、大変なことになったと。これで決定的に、同僚たちは自分を見限るだろうということだけを、なんとなく予感していた。企画に携わる人間として、君は最もやってはいけないことをした。このまま働き続けることはできないと思うことだ。わかるな？はい。その言葉の意味は、後日、辞令という形で明らかになった。俺は窓際部署への異動。つまりは、左遷を言い渡されたのだった。諦めないで、本田くん。私が部長を説得するから。部署中から白い目を向けられ、ほとんど無視されるという、まさに針のむしろな日々。その中で、主任だけが俺の味方をしてくれた。俺の無実を訴え、部長にも異動の撤回を掛け合ってくれて。そんな彼女に、俺は感謝するどころか冷たく当たった。もういいですよ。俺のことは放っておいてください。そんな悲しいことを言わないで。そうだ、企画書のデータが残ってるでしょ？それを見せれば、一発で盗作が濡れ衣だってわかるのに、どうして無実を訴えないの？データなんて消しましたよ、とっくに。どうして？訴えたところで、誰が俺なんかを信じるんだか。どうせデータごと盗んだんだろうって言われて終わりだと思ったので。そんな。いっそ今は一日でも早く移動したいです。ここは居心地が悪いので。だからもう余計なことはしないでください。そう突き放しても、主任は決して諦めることなく、俺の無実を周囲に訴え続けた。私は何があっても本田くんの味方だからと、自身まで白い目で見られても、その姿にだんだん俺は苛立ちを感じるようになって、そしてある日の残業中、とうとうそれが爆発してしまった。
もういい加減にしてくださいよ。俺なんかほっとけよ。本田くん。どうせ主任も俺が犯人だと思ってるんですよね。善人ぶって味方のふりなんて、それって自己満足ですよね。はっきり言って迷惑なんですよ。何？その言い方。私はただ、このまま本田くんとさよならするのが嫌だから。その言葉と一緒に主任の目からポロリと涙がこぼれた。それを見た俺は、はっと我に返って、やってしまったと、一気に血の気が引いていった。主任、すいません。他に誰もいなくてよかったわ。みんなびっくりしちゃうところだった。涙を拭う主任は、俺の暴言を責めなかった。彼女は知っているからだ。俺の最終学歴が高卒である理由を。本田、お前このままじゃどこに行っても厄介者だぞ。少なくとも社会の役に立つ人間にはなれないな。教師にそんな予言をされるほど、高校時代の俺は荒れていた。毎日毎日、喧嘩や深夜の暴走行為に明け暮れて、大勢の人間に迷惑をかけて、そんな息子を父は早々に見放した。最後まで更生を信じてくれていた母も、実家で暴れたのをきっかけに、とうとう限界を迎えて、高校を卒業して以来、両親とは連絡すら取っていない。実の親にまで見放された自分は、やっぱり社会の厄介者になるほかないんだ。それなら、好き勝手に生きてやろうと、俺は何年も自堕落な生活を送った。バイトを始めてはすべて短期間で辞め、時には客と喧嘩をしてクビになり、ふてくされて酒に溺れた。お前、一生このままでいいのか？そう23歳の俺に問いかけてきたのは、あの予言をした教師だった。たまたま再会した俺のありさまを見て、まっすぐ真剣な目をして、その瞬間初めて、俺は猛烈に嫌だと思った。それから彼のアドバイス通り、派遣会社に登録して、はじめは単純な肉体労働から、徐々にできる仕事を増やしていった。それが自信につながり、少しずつ人生に希望が見えてきた。だから1年前、この会社からの正社員にならないかという誘いを思い切って受けたのだが、それが間違いだった。結局、思い知っただけでしたよ。散々周りに迷惑をかけてきた人間が、そう簡単に信用されるはずがないんだって。信用されるための努力も、悪意を持つ人間に利用されるだけだった。それなら、もう頑張らない方がマシだ。以前のように、自分のことだけを考えて生きる方がいい。俺の方こそ、誰のことも信用せずに。やっぱり俺なんて、主任にも、会わない方がよかった。実際こうして迷惑をかけているんだから、そう言い終わるのと同時だった。俺の方をパチンと痛みが襲ったのは。バカ！そんなこと、もう二度と言わないで。片手を上げたまま、俺をビンタした主任は激怒した。その迫力と言ったら、もともとオーラのある美人なだけに、とても恐ろしくて。俺は思わず背筋をピンと伸ばした。いい？あなたを選んだのはここにいる私よ。あなたなら企画部のメンバーとして立派に活躍してくれると信じたから。それでもまだ誰からも信用されていないなんて言える？それは、その言葉通り、俺は主任に恩がある。間もなく派遣契約が終了するというタイミングで、俺を会社に推薦してくれた。けれど、その理由が未だにわからない。何の取り柄もない高卒の派遣社員を、しかも過去を知っていながら、どうして部下にしようと考えたのか。それはね、私が企画した商品をあなたが美味しくないって言ったからよ。覚えてない？お昼休みにうちのパンを食べていた本田くんに、それ美味しいって聞いたこと。あなたったら間髪入れずに首を振ったのよ。くすくすと笑いながら、主任は懐かしそうな顔をした。当時の彼女はムッとして、じゃあどこが美味しくないのかと聞いたらしい。それに対して俺は、こっちは仮にも派遣先の社員なのに、あなたは忖度せず、正直な感想を伝えてくれた。そんなところが気になり始めたきっかけ。
ありましたね、そんなことが。意外と言ったら失礼だけど、本田くんの感想は的を射ていたわ。あの頃の私は主任になったばかりで、女性初の部長候補やら、企画部一のヒットメーカーやら、散々周りに持ち上げられて、正直かなり調子に乗っていて、誰の意見にも耳を傾けられずに、ひどい企画ばかり連発していたから。あの時、私は目が覚めたの。見栄えばかり追求しないで、ちゃんと食べた人に美味しいって言ってもらえるパンを作ろうって。本田くん、あなたと一緒にね。相手の立場で忖度しない姿勢や、目の前にあるものを分析する力。それを評価して、主任は俺を正社員に推薦してくれたのだった。けれど、本当はそれだけじゃないと彼女は言う。救われたことがあるから。救われた？高校生の時よ。駅で知らない男性に絡まれて困っていた時、たまたま近くにいた男の子があっという間に男性を追い払ってくれたの。それから私にも嫌なら嫌ってはっきり言えばって。彼に会わなかったら、私は今でも自分が嫌いだったと思う。今こうして言いたいことをはっきり言えて、好きな仕事を頑張れているのはあの言葉のおかげ。いつも辛かった私は、あのかっこいい男の子に救ってもらったの。はあ。けれど、その思い出と俺に何の関係が？そう問うと、主任は答えをはぐらかすように、叩いてごめんなさいと手を合わせた。でも、きっかけさえあれば誰でも変われるってこと。本田くんだって一度は変わったじゃない？先生の言葉がきっかけで。それは、私はあなたを信じる。この会社であなたに会えたことを私は嬉しいと思っているわ。これからも、私は本田くんと一緒に働きたいの。ゆっくりと言い聞かせるように。けれど、きっぱりとした口調で主任は俺に訴えてくる。彼女の言葉一つ一つが不思議なくらいまっすぐ心に染みてくる。まるで、その言葉がずっと欲しかったように。本田くんは、やっぱり私と会わない方が良かったかしら。いいえ、俺も主任と会えてよかったです。声を震わせながら、俺は心からの言葉を口にした。彼女と会えたおかげで、俺はもう一度変わることができる。まさに今日が、そのきっかけだ。変わります。俺も、まずは自分自身を信じられるように。まっすぐな顔を上げるなんて、一体いつぶりだろうか。不思議なくらい清々しい気持ちで、俺は主任に宣言した。主任はにっこりと笑って、その言葉を待っていたわとうなずいた。それじゃ、頑張ってね。そう言って、彼女がスーツのポケットから取り出したものは、それから1週間後、会議室に呼び出された鶴木は、もはや本性を隠そうともしなかった。なんのよ、こっちは忙しいんだよね。こないだの企画が商品化することになったから。高卒も少しは役に立つもんだ。ちょっと残念だよ。本田くんがいなくなっちゃうのは。便利に使える奴がいなくなるからね。俺は便利な道具なんかじゃない。はぁ？顔を歪めて、鶴木が俺の言葉を笑う。たまに高卒の派遣を正社員登用するのは、大卒の社員が便利に使うため。それ以外に登用するメリットなんてない、と。ウィンウィンだろ？君みたいな高卒は派遣社員になれて、こっちは楽ができる。役に立たないケースが大半だけどさ。次に来るのも君みたいにバカならいいんだけど。でも、あんまりバカだと使えないから、ほどほどに仕事ができるバカだと嬉しいな。気分が乗ってきたのか、ペラペラと勝手に言葉を吐き続ける鶴木。そして、とうとう話は確信に入った。そうそう。この間の企画だけど、白戸さんも絶賛してくれたよ。素晴らしいアイディアだ。ヒット間違いなしだってね。ようやく彼女も僕の魅力に気づいたのかな。どうもありがとう、本田くん。君の企画は僕が責任を持って商品化するよ。だから安心して窓際に行ってくれていいからね。そうそう、行くなら黙って行けよ。誰かにチクったところで、どうせお前の言葉なんか誰も信じないんだから。高卒とは信用が違うんだよ、信用が。鶴木は会議室中に笑い声を響かせた。俺の左遷が決まったことも、
すべて自分の目論見通りだと。思いを寄せる主任が俺ばかりに構うことが目障りで仕方がなかったとも。ははは、ざまあ見ろ。高卒の分際で調子に乗るからだよ。証拠があったら？はあ？証拠があったら信じてもらえますよね。俺の言葉でも。鶴木が返事をする前に、俺はポケットの中にあったものをテーブルに置いた。それを見た鶴木が、えっと声を上げ、慌てて自分の口を塞ぐ。けれど、もう手遅れだ。録音してあります。ここに入ってきた時から、すべての会話を。絶句する鶴木の前にレコーダーを掲げ、再生ボタンを押す。すると、流れてきたのは、鶴木が俺を罵倒する言葉の数々。そして、企画を盗作したのは自分だと白状する言葉だった。そうだ。あんたを呼び出せってアドバイスしてくれたのは白戸主任だよ。うまいこと盗作を白状させろって。このレコーダーを預けてくれたのもな。あんた？ほんだ、急に口調が、いや、それより、今、白戸さんって。ありがとうございます。これで信じてもらえそうです。俺なんかでも。わなわなと震え始めた鶴木の横を、レコーダーをポケットにしまいながら通り抜ける。その瞬間、ガシッと肩をつかまれた。待てよ、どうする気だそれを。もちろん、俺の無実を証明するんです。これから信用してもらうために。そんなの、代わりに僕が信用されなくなるだろうが。そう叫ぶや否や、鶴木は俺に掴みかかってきた。レコーダーを奪おうと、無理やりポケットに手を突っ込んでくる。やめてください、鶴木さん。うるせえ。いいからよこせ。もみ合いになったその時だった。やめないか、鶴木。重々しい男性の声が響き、鶴木がビクッと動きを止める。部長、それに。みっともないわ、鶴木くん。この後に及んで。部長の後から入ってきた、思い人の女性に軽蔑の目を向けられて、鶴木は戦意を喪失。その場にがっくりと膝をついたのだった。今まで鶴木くんが何をしてきたのか。これが証拠です。企画部の同僚全員の前で、主任はずらっと大量の書類を並べた。これまで多くの人間が、鶴木のせいで俺のような目に遭い、会社を辞めていった。その元社員たちを訪ね、鶴木の悪行に関する証言を集めてきたのだと。そんな、鶴木さんが？信じられない。冗談なら、ただじゃ済まないぞ、白戸主任。同僚たちは一様に困惑の表情で、簡単に事実を受け止めようとはしなかった。それだけ、鶴木が徹底的に本性を隠してきた証拠だ。けれど、本人の言葉ならどうだろうか。ここに録音があります。俺の企画を盗作したと、鶴木さん自身で話している録音が。やめろ！鶴木が掴みかかってくる前に、俺は再生ボタンを押した。レコーダーから流れてきた会話に、同僚たちは絶句。やがてざわざわと大きなざわめきがオフィスに広がった。私の方にももちろん録音があるわ。再生しましょうか、鶴木くん。違うんです、白戸さん。みんなも僕を信じてくれるよな。これは僕の活躍を妬んだ本田たちの陰謀なんだよ。一人一人の顔を見渡しながら、顔面蒼白で懸命に訴える鶴木。けれど帰ってきたのは、部長を含む全員からの白い目だった。どうやら私は部下を見る目がなかったらしい。申し訳なかった。本田にも辞めていった部下たちにも。そう言って、部長は俺に深く頭を下げた。今まで俺に白い目を向けていた同僚たちからも、次々と謝罪の声が上がる。きっと、鶴木のせいで退職した社員たちは無念だろうが、俺はそれで十分だった。鶴木、いろいろと聞きたいことがある。来てもらおうか？はい、部長。がっくり肩を落として、鶴木は別室へと連れて行かれた。そして後日、鶴木の処分が決定。俺の異動が撤回されるのと同時に、地方の工場へ移動することになった。そして移動から1ヶ月も経たずに、激変した環境に耐えきれなかったのか、自主退職したという噂が聞こえてきたのだった。ありがとうございました、主任。鶴木の被害者たちの証言を集めてくれたこと。そして何より、
俺を信じてくれたこと。無実が証明された後、俺は主任に感謝を伝えた。ところが彼女は意外な言葉を返してくるのだった。こちらこそ、ありがとう、10年前は。10年前ですか？ええ、そろそろ思い出してこない？あの時、私を助けてくれたこと。ようやく脳裏に鮮明な記憶が蘇ってきた。不良仲間の家で遊ぼうと、駅で電車を待っていた時、ナンパ男に絡まれる派手な髪色とメイクをした女子高生がいたこと。男に肩を抱かれても、彼女はひたすら黙ってうつむいていた。けれどその目には、今にも溢れそうなほど涙が浮かんでいて、俺は体が勝手に動いていた。嫌なら嫌ってはっきり言えば。男を追い払った後、俺は彼女にそう言った。その直後、ホームに電車が到着して、何か言いたげな彼女をろくに見もせず、電車に乗って立ち去ったのだった。あの女子高生が主任？顎が外れるほど驚く俺を見て、今は黒髪で清楚そのものな雰囲気の主任は、クスクスと笑い声を上げた。あの頃の私は、人一倍口下手で、うまく自己主張できないストレスを発散するために、不良グループと付き合っていたの。と言っても、ほとんどパシリみたいなものだったけど、本田くんのおかげで、グループを抜けたいっていうことができた。高校のクラスメイトにも、友達になりたいって言えた。先生や両親にも、行きたい大学があるって。だから本当にありがとう。深々と主任は俺に頭を下げた。そして、あの頃からずっと好きだったの。私を救ってくれた。まるでヒーローみたいな男の子が。その男の子が実は近くにいたって気づいてからはもっと。頬をあからめながらそんな告白をするのだった。顔が真っ赤よ、本田くん。主任こそ。顔を見合わせて、やがて俺と主任、綾乃さんは同時に吹き出した。そして、恥ずかしそうに微笑む姿を見て、俺は胸がドキッと高鳴った。よろしくお願いします。これから改めて。ボソボソとつぶやく俺を見て、綾乃さんが目を丸くする。そして、こちらこそと輝くような笑顔を浮かべるのだった。嫌なら嫌だとはっきり言えばいい。見ず知らずの女の子に自分が言った言葉を、俺はすっかり忘れていた。俺自身が言いたいことを言えず、どうせ自分なんてと卑屈になって、いろいろなことを諦めてしまっていた。それは、俺自身の可能性や、重ねてきた努力を信じられていなかったから。それでは、周囲に信じてもらえないのも当然だ。俺はまず、自分自身を信じるところから始めた。すると、少しずつ、俺を信じてくれる人が増えていって、今は、お互いを信じ合える仲間と一緒に、大きなプロジェクトに取り組んでいる。チームのリーダーを務めるのは、俺にとって誰よりも大切な女性。彼女を支え、また支えてもらいながら、これからもいい企画を作っていきたいと思う。自分たちの作った商品が、きっと多くの人を笑顔にすると信じて。いちいち口出してこないでくんない？俺がこの銀行の跡取りなの知ってるでしょ？脳なしの駒が偉そうにしてんじゃねえよ。私に仕事のことで注意された頭取の息子、杉本は声を荒げた。そして次の日から私に嫌がらせをするようになった。うるせえババアだな。俺に文句あんのか？私だけじゃなく、銀行の雰囲気も悪くなっていった。心をすり減らした私は早期退職を決意する。その時、銀行の頭取が姿を現し、息子に一喝した。バカ者が！この方はな。頭取の言葉に杉本は仰天することになる。私は野口鈴江、勤続30年以上になる銀行員だ。人と接することが好きだった私は、短大を卒業した後、昔から地元の人たちに親しまれている地方銀行に就職した。当時の女性は結婚したら退職して専業主婦になるものだと言われていたけれど、私は仕事が大好きだったので、結婚後もずっと働き続けている。
そのおかげか顔見知りのお客様も増えて、大切な資産を預けてくださるだけでなく、ちょっと近くに用事があったからとわざわざ顔を見せてくださる方も多かった。ご年配の奥様方はよく、鈴江さんに会いに来たのよ、なんて笑ってくれるので、冗談だとしても嬉しかったし、うちの畑で採れたからと差し入れをいただくこともあった。昨日も、鈴江さんいないのかっておばあちゃんに聞かれましたよ。鈴江さんモテますね。なんてからかってくる後輩たちもいい子ばかりだ。誰もがお客様のことを思って一生懸命に仕事をしているので、私はこの職場が大好きだった。そしてありがたいことに、私が仕事を続けられているのは夫のおかげでもあった。ずっと共働きだった夫の和夫は定年を迎えて退職した後は、働く私のサポートをしながら家事を引き受けてくれている。もう引退して暇だからと笑う夫は、毎朝早起きして私のお弁当まで作ってくれているのだ。夫の支えにはとても感謝している。そんなある日、うちの支店に頭取のご子息が課長補佐として赴任してきた。なぜうちの支店にという疑問はもちろん、そもそも存在しない課長補佐という肩書きが皆の話題の的だった。どうやらご子息は海外の大学を卒業し、その後本社で研修を受けてすぐにこの支店に配属されたらしい。本来は平社員の扱いだが、体裁を気にして急遽課長補佐という肩書きを用意したのではという憶測が飛び交っていた。よくテレビや小説に出てくる頭取の息子は、金持ちのボンボンだとか、傲慢で嫌味なやつという設定がある。そういったマイナスなイメージが頭の隅にあるせいか、ご子息も嫌なやつだったらどうしようと、皆の間で噂されていた。わざわざ課長補佐という肩書きを作るくらいだ。気に食わないことがあったらクビにされてしまうかもしれないと、皆が不安を抱えて迎えた赴任当日。本日より配属されました杉本康介です。至らない点も多々あるかと思いますが、精一杯頑張りますので、皆様ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。憶測から抱いていたイメージとは違い、ご子息本人は爽やかで元気な気持ちのいい青年だった。頭取の息子っていうから、どんな人が来るかヒヤヒヤしてましたけど、いい人そうでよかったですね、鈴江さん。そう安心したように耳打ちしてきた後輩に、私もうなずいて返す。彼なら一緒に仕事がしていける、と職場の誰もが歓迎していた。杉本は研修で学んだことを実践したいと、窓口の仕事に対して意欲的だったので、やる気のある姿を見た皆も、杉本をサポートしていこうととても良い一体感が生まれていた。彼は優秀で、基本的な知識はすでに覚えていたため、赴任から数日で窓口に立つようになった。明るい挨拶で、常連さんからも、あら新人さん、頑張ってね、なんて温かい言葉をもらっていたので、私も安心して窓口を任せることができていた。しかし、杉本に窓口を任せて皆でサポートするという体制が馴染み始めた頃、雲行きが怪しくなってきた。鈴江さん、杉本さんなんですけど、ちょっと注意した方がいいんじゃないのかなって。杉本をサポートしていた社員たちが、揃って彼の接客態度について愚痴をこぼしてくるようになったのだ。最近の私は、広報で事務作業をすることが多くなっていたため、杉本の接客を数回しか見たことがない。その時は明るく元気に、特に問題なくこなしていたので、皆の話を疑うわけではなかったけれど、問題がある接客姿というのがいまいちピンとこなかった。半信半疑のまましばらく杉本の接客を見守っていても特に問題はなく、世間話で盛り上がるほどお客様と親しくなっている様子がうかがえる。順調に手続きを済ませていく杉本の様子を見た限り大丈夫そうで、皆の気にしすぎかなと思い始めた頃だった。こんにちは。今日はこれをお願いね。
窓口にやってきたのは常連の佐々木さんだ。佐々木さんは御年90歳になられるのに背筋がシャキッと伸びた女性で、いつも穏やかな笑顔を浮かべている。健康のために散歩をしていると言って週に 2,3 回はご来店くださる方だった。かしこまりました。にこやかな笑顔を浮かべた杉本が佐々木さんから通帳を預かり、スムーズに入金処理を終える。特に問題もなく手続きが終わりそうだなと安心しかけた時だった。ところで佐々木さん、このお金もったいないですよと通帳の残高を指さしながら唐突に言った。せっかくあるんだからこっちの方にお金移しませんか。そう言って杉本が差し出したのは投資のパンフレットだった。彼はちょっとお金を置いておく場所を変えるだけですよ。せっかくだから今日手続きしちゃいましょうと佐々木さんの話を聞かずに強引に話を進めてしまう。そうねと少し困ったように言う佐々木さんを気にする素振りも見せない杉本の接客態度にさすがにまずいと思った私は横から2人に声をかけた。こんにちは佐々木さん、ご来店ありがとうございます。あら野口さん、こんにちは。ほっとしたように笑う佐々木さんとは対照的に杉本の顔からは爽やかな笑顔が消えている。私は杉本が勧めていた商品も良い商品であるとフォローしつつ、運用リスクなどもしっかり伝え、後日ご家族と一緒にご来店いただく予約を受け付けた。いくら十分な運用資産があるとはいえ、ご高齢の方へリスクのある商品を考慮期間も設けずに販売するわけにはいかない。ひとまず揉め事へ発展しなかったことに胸をなで下ろしていると、杉本は少しふてくされたような顔をしていた。せっかく一生懸命頑張っていたところに私が横から割って入ってしまったため、彼としても良い気分はしなかっただろう。しかし他の社員たちが言うように、先ほどのような接客はいろいろと問題があるので、今後のためにも注意しなくてはいけない。私は意を決して杉本に声をかけた。杉本くん、さっきは割り込んでごめんなさい。でもそのことで少し話があるんだけど。何ですか？私よりも背が高い杉本に見下ろされると、それだけでおじけづいてしまう。明るく元気で人当たりが良い姿しか見たことがなかったので余計に怖かった。さっきの投資商品の。そう言いかけた途端、杉本は大きなため息をついて私の話を遮った。今忙しいんで、そういうのは後にしてください。めんどくさそうに言うと、杉本は話は終わりとばかりにさっさと窓口へ戻ってしまう。気分を悪くさせてしまったかと後悔していると、私たちのやりとりを見ていたらしい他の社員たちから、やっぱ頭取の息子って嫌な感じとひそひそ声が聞こえてくる。このままではお客様にとっても社員たちにとっても良くないと思った私は、もう一度だけ杉本に注意してみようと考えた。次の日、皆の前だと晒し者になってしまうかもしれないと思った私は、人のいない休憩室に杉本を呼び出した。やってきた杉本は不機嫌そうに、何ですかと見下ろしてくる。朝からごめんなさい。でも大事なことだからどうしても伝えたくて。私は彼の機嫌をこれ以上損ねないよう気をつけながら口を開いた。杉本くんはいつも一生懸命に取り組んでくれてるよね。とても素晴らしいなって思ってます。ただ、昨日みたいに少し強引だとお客様も困ってしまうでしょ。だから、もう少しお客様に寄り添ってと言いかけたところで、再び大きなため息に話は遮られた。普段の明るい杉本からは聞いたことがない不機嫌さが丸出しになった声に驚いて言葉を失ってしまう。昨日もそうだけど、何なの？いちいち口出してこないでくんない？俺がこの銀行の跡取りなの知ってるでしょ？俺には
客がどうとか関係ないのよ。業績上げなきゃ会社としてやってけないからさ。だから金持ってるやつにはどんどん預けてもらわないとこっちが困るんだよね。俺は銀行の次期トップとして会社全体を見なきゃいけないの。あんたらみたいにお気楽に客と話し込んでるだけってわけにもいかないんだわ。わかる？能なしの駒と一緒にすんなよ。あんたらはいいよね。いるだけでお金もらえるんだからさ。冷たい目をしている杉本に私は混乱してうまく言葉が出てこない。それでもやっぱりお客様をないがしろにする彼の発言は見逃せなかった。でもお客様に。ったくうるせえババアだな。俺に文句あんのか？大きな声を出されてピクリと肩が震えてしまう。縮こまる私を見て杉本は、あんた目障りなんだよと忌々しそうに吐き捨てた。何も言えずにいる私に舌打ち一つこぼして彼は荒々しく休憩室を出て行ってしまう。シーンとした部屋に取り残された私は杉本の言葉よりもその考え方にショックを受けた。今まで見てきた明るく元気で仕事熱心な彼は本当の彼ではなかったんだろうか。確かに会社のトップとして責任は重大で、私のような平社員が想像するよりももっと困難も苦労も多いことだろう。だけどあんな考え方ではいずれ銀行も立ち行かなくなってしまうんじゃないだろうか。地元で親しまれてきた銀行だからこその魅力がここにはあると、そう思っているのは私だけなんだろうか。取り留めのない思考がぐるぐると渦巻いて重く沈んだ気分のまま仕事へ戻る。うまく気持ちを切り替えられない私を待っていたのは杉本からの嫌がらせだった。野口さん、これお願いします。そう言って渡されたのは杉本が担当したお客様の書類束だった。基本的に担当者が処理をして他の社員がチェックするという流れだが、杉本は未処理の書類をすべて私へと回してきた。やり方まだわかんないんで。昨日までは彼一人できちんと処理をしていたのでわからないはずはない。だけど、じゃあ俺は次のお客さん呼ぶんでと言われてしまえば引き受けるしかなかった。簡単な処理とはいえ数が多い上に私が担当した案件ではないので、記載事項に不備がないかなど細かくチェックをしなくてはならない。すべてをこなすにはなかなかの時間を要してしまうのだが、ようやく終わりが見えてきた頃になると、また、これもお願いしますと杉本が笑顔で書類の束を追加してくる。他の社員も手伝ってくれたものの、それぞれ接客や自分の業務があるので、なかなか作業が進まず、私が自分の仕事に着手できたのは終業まで数時間しか残っていない夕方だった。もちろん1日かけてやる仕事が半日程度で終わるはずもなく、無駄な残業もできないため余裕のある仕事は翌日に持ち越した。野口さん、お願いしますね。それから杉本は毎日私のところへ書類を持ってくるようになった。おかげで私の仕事はたまる一方で、残業だけでは間に合わないため、いつもより出勤時間も早くずらしたけど処理は追いつかない。例の強引な接客によりミスやお客様に叱られることも多い杉本のフォローで、周りの社員たちも手一杯で皆ストレスを抱えているのが目に見え始めていた。野口さん、これもよろしく。ドサッと放るように私の机に書類の束を置くと、さっさと窓口へ戻ってしまう杉本に誰かが、あの野郎と舌打ちをする。誰もが杉本に対して不満を抱えていたけれど、頭取の息子という肩書きのせいか、それとも私に対する嫌がらせを目の当たりにしているせいか、彼に注意することができる人はいなかった。常連さんからも、なんだか雰囲気変わったわねと言われてしまったほど、職場の空気はギスギスして最悪だ。あの日、私が杉本に余計なことを言わなければ、皆を困らせることはなかったんだろうかと思うと、申し訳ない気持ちになる。仕事を終えて暗い気持ちのまま家に帰ると、夫がおかえりと出迎えてくれて、今夜は私の好きな鮭の塩焼きだと笑顔で言った。
その包み込むような優しさが疲れた心にじーんと染みて、少しだけ泣きそうになってしまった。たわいない会話をしながら食卓を囲んでいると、不意に夫が職場はどうと聞いてくる。思わず言葉に詰まる私を見た夫はやっぱりと言わんばかりに笑った。最近なんだか暗い顔してるからね。職場で何かあった？そう言われてためらったものの、ほんの少しだけガス抜きしたい気持ちもあった私は、夫に杉本や職場の雰囲気のことを話した。さすがに嫌がらせをされていることは話せなかったのでごまかしながら伝えると、最後まで静かに話を聞いてくれた夫は、そうか、と静かにうなずいた。今まで大変だったね。君はよく頑張ってるよ。でも無理はしなくていいんだ。やめたければいつでもやめていいんだよ。二人で老後を過ごせるくらいの貯金はあるからね、とわざと冗談めかして言ってくれる夫に、もやもやしていた気持ちがスーッと晴れていく。今までずっと仕事を続けてきたのは、地元の人たちと触れ合える仕事が大好きだったからだ。定年近くまで好きな仕事を続けてこられた私は幸せ者だろう。十分好きなことを続けさせてもらったし、私がいなくなれば職場も元の雰囲気に戻るかもしれない。そう思った私は早期退職をすることを決心した。翌日、出勤した私は支店長に退職届を提出した。驚いた支店長に引き止めてもらったけれど、私は頭を下げて退職の意思は固いことを告げる。野口さんの気持ちは分かった。しかし本当に残念だよ。支店長はしぶしぶといった感じで退職届を受け取ってくれた。急な話で迷惑だとは思ったけれど、杉本からの嫌がらせで業務が滞っていることを考えると、退職は早い方がいいだろうと考え、引き継ぎの期間も考慮して今週末で退職することが決まった。寂しくなるなと思いつつ、引き継ぎ準備のために書類をまとめていると、嫌味な笑顔を浮かべた杉本が私のデスクへとやってきた。野口さん、今週で辞めるんですって？やっとかって感じですね。ニヤニヤしながら言う杉本の言葉に、周りにいた社員たちが、え？と驚いた声を上げる。他の社員たちには支店長から話をしてくださるとのことだったので、まだ誰にも伝えていなかったのになぜ彼が知っているんだろうか。もう年なんだし、さっさと家に引っ込んでた方がいいですよ。業務が忙しくて、おばさんの面倒なんて見てらんないですからね。それに、ぐちぐち文句言われなくてせいせいします。そうね、杉本くんの言う通りだわ。私の言葉に、杉本は面白くなさそうな顔をした。鈴江さん、辞めちゃうんですか？それまで私と杉本のやりとりを見守っていた社員たちが、一斉にデスクを取り囲んできた。口々に、やめないでください、と引き止めてもらえて嬉しかったけれど、やっぱりこれ以上後輩たちに迷惑はかけられない。あと少しの間だけど、よろしくね。そうして、引き継ぎもスムーズに終了し、私は長年お世話になった銀行から退職した。最初の数日は実感が湧かなかったけれど、だんだんと仕事がない生活にも慣れてきて、常連さんだった方たちと街中で会う機会も増えた。仕事を辞めたのだと話すと、皆同じように驚いてくれて、あなたがいたから言ってたのよ。なんて言葉に嬉しさを感じる反面、少しばかりの寂しさも感じていた。そんなある日、スマホが鳴ったので相手を確認してみると、退職した銀行の番号が表示されていた。退職の手続きで不備でもあったのだろうかと電話に出てみると、支店長が挨拶もそこそこに慌てた様子でまくし立てる。野口さん、大変なんだ。とにかく急いで来てくれないか？突然言われてわけがわからなかった私は、どうしたんですか？と聞いてみたものの、支店長は相当焦っているのか、野口さんじゃなきゃダメだ。急いで来てくれとしか伝えてこない。理由はわからなかったけれど、緊急事態らしいということだけは分かった。私は急いで銀行へ向かうことにした。かつての職場に駆け込むと、窓口はお客様で溢れ返っていた。窓口に詰め寄るそのほとんどが
馴染みのお客様で口々に解約する、なんで辞めさせたんだと言っているのが聞こえてくる。一体何事だと驚いていると、私の姿に気づいた支店長が、野口さん、よかったと泣きそうになりながら私を応接室へと案内してくれた。通された応接室には杉本もいて、私を見るなり嫌そうに顔をしかめた。この騒ぎは一体。扉を隔てていてもここまで声が聞こえてくるほどの騒ぎである。尋常じゃないのは一目瞭然だったし、そもそもなぜ私が呼ばれたのか理由が不明だった。あんたか？まだ状況を理解できていない私に杉本が冷たい声を投げてくる。杉本が何のことを言っているのかわからず首をかしげていると、彼は苛立ったように言った。あんたが言って回ったのかって聞いてんだ。バンと机を叩く音が応接室に響き渡る。私が答えられずに言うと、そこでようやく落ち着きを取り戻したのか、支店長がこの騒ぎについて教えてくれた。実は野口さんが退職したことについて、どういうわけか杉本に辞めさせられたという噂が広まっていてね。それでお客さんたちが野口さんがいないなら口座を解約すると突然窓口に押しかけてきたんだ。と驚く私に杉本は再び激しい声を上げた。あんたが言ったんだろ？どうしてくれんだよ。私そんなこと誰にも言ってないです。じゃあなんで俺に辞めさせられたって噂になってんだ。怒りで拳を震わせる杉本に私は言い返す言葉がなかった。どうしてそんな噂が出回っているのか、私の方が知りたいくらいだ。一体どうやってこの騒ぎを収めたらいいのか途方に暮れていると、コンコンコンと静かなノックが響いて、ガチャリとドアが開く。そこに佇む人を見て、全員が驚きに目を開いた。頭取？親父？驚く私たちをぐるりと見渡して、杉本頭取は緩やかに口を開いた。問題が起きていると知らせを受けてきたんだが、どういう状況か説明してくれるかね？はい。どうやらご子息のせいで野口さんが退職したという噂が広まってるらしく、それで口座の解約に訪れたお客様で窓口が混乱してしまっています。そう支店長がかいつまんで事情を説明すると、頭取はふむと一瞬考え込んだ後、息子である杉本に視線を向けた。康介、お前はここで何を学んだんだ？は？何って。野口さんからは教わることが多かっただろう。頭取の言葉に杉本は眉をつり上げた。いや、教わることなんてなんも。ずっと客と世間話してるだけで全く利益になってなかったし。はっと鼻で笑う杉本に頭取の目がわずかに細められた。預金総額を増やさなきゃ銀行としてやっていけないだろう。この辺は年寄りが多くて金持て余してんだから取り込んでかなきゃ損だってのに、ここの社員はちんたら喋ってて勧誘は二の次ときたもんだ。使えなさすぎるだろ。だいたい給料だってこっちが支払ってんだし、経費削減のために喋ってるだけの役立たずな社員はいなくなった方がいいだろ。その方がコスト削減できるし、客もさばけるし効率的じゃん。なあ親父、と杉本が言った瞬間、頭取がバカ者がと一喝した。その鬼のような形相と怒りがにじむ鋭い目に全員が息を飲んで体を硬直させる。確かに預金総額を増やすことは安定した経営のためにも必要なのは間違いない。しかし、ここは昔から親しまれてきた地方銀行なんだ。地域の方々に寄り添い、大切な資産を責任持ってお預かりさせていただくのが第一の使命だと、なんでわからないんだ。ゆっくりと歩みを進めた頭取は、私の前で足を止めると、お久しぶりです、と軽く会釈する。私もそれに返すと、杉本は驚きに目を見開き、と信じられないものを見たようにつぶやいた。野口さんは、新人だった私の教育係をしてくださったんだよ。私は野口さんから顧客に寄り添う姿勢の大切さを学ばせてもらった。その心構えを大事にしてきたおかげで、
頭取という地位につくことができたんだ。今の私があるのは野口さんのおかげなんだよ。そんな、頭取ご自身のお力ですよ。それに教育係だなんてもう何十年も昔のことじゃないですか。にっこり笑う頭取に私は少し恥ずかしくなってしまった。康介、お前には肝心の顧客に寄り添う姿勢、優しさが欠けている。だから私は野口さんから学んでほしくてお前をここに配属したんだ。頭取にまっすぐ見据えられた杉本は悔しそうに唇をかみしめながらうつむいてしまった。確かに杉本くんが言うように資産を増やすことは大切なことだけど、何よりも大切なのはお客様の気持ちに寄り添うことよ。そうしたら数字は自然と後からついてくるものじゃないかしら。もう私が言わなくても分かってるだろうけど、と言っても杉本はただじっと床をにらみつけていた。野口さん、この度は愚息がご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。我々にもお客様にも野口さんは必要なんです。どうか戻ってきてくれませんか。そう言って深々と頭を下げる頭取に私はぎょっとした。頭を上げてください。定年間近のしがない社員だった私にはもったいない言葉だ。戻ってもまた皆に迷惑をかけるだけかもしれないと一瞬迷ったけれど、結局私は、わかりました、とうなずいた。でもお願いがあります。その言葉にようやく頭を上げてくれた頭取に、私は素直な気持ちを伝えた。私はこの仕事が大好きです。でもやっぱりこの年ですし、正直体力的にも厳しいところがありました。夫も定年を迎えているので、私も家族との時間をゆっくり持ちたいと思い始めてたんです。だからパートとして雇っていただけませんか。杉本に言われた通り、もう年だし、あまり無理をして周りの皆に迷惑をかけることだけは避けたい。誘ってもらっている身で厚かましいとは思ったが、私の不安なんか吹き飛ばすように頭取は快活に笑ってくれた。野口さんが戻ってきてくださるのなら大歓迎ですよ。そして私はすぐにパートとして職場に復帰することとなった。職場の雰囲気を悪くして辞めていった手前、歓迎されてないかもしれないと恐る恐る向かった職場だったけれど、皆一様に野口さんよかったと歓迎してくれて、嬉しさのあまりちょっぴり泣きそうになってしまったのは秘密だ。復帰後の主な仕事は杉本の教育係だった。とは言っても杉本は優秀なので、業務的に教える機会はそれほどなく、一緒にお客様対応をすることで杉本をお客様に知ってもらうのが私の役割だった。あら、野口さん戻ってきたの？ご無沙汰してます。お変わりないですか。そう言って世間話に花を咲かせながら手続きを進め、常連さんへ杉本を紹介する。あら、このお兄さん。新人の杉本です。まだまだですが、ぜひよろしくお願いしますね。若輩者ですが、よろしくお願いします。私が冗談めかして紹介すると、もともと人当たりの良い杉本はにこやかに挨拶した。それを見た常連さんは、ねえ、あの噂って嘘だったの？と話を振ってくる。もう聞かれるのも何回目なのかわからないほどだ。例の噂は相当広まっていたんだなと苦笑いした。噂に尾ひれはつきものですからね。とごまかすと、常連さんは納得したように帰っていった。こうして杉本がお客様にも覚えてもらい始めた頃、杉本自身も積極的にお客様と世間話をするようになった。そうして半年過ぎた頃、杉本は本社へ移動することになった。すっかり打ち解けた杉本の移動に皆寂しがったし、お客様にも移動の挨拶をすると皆様同じように残念がってくださった。今の杉本ならきっと立派な跡継ぎになるだろう。少しは教育係として役に立てたのだろうかと思っていると、杉本から一緒にランチに行かないかと誘われた。まさかお誘いしてくれるとは思っていなかった私は嬉しくてすぐにうなずいた。杉本くんも今日で最後だね。寂しくなるな。野口さん。今まで
失礼なことをたくさん言ってしまって本当に申し訳ありませんでした。テーブルにつきそうなほど深く頭を下げる杉本に驚いた。ちょっと、頭を開けてちょうだい。慌てて杉本の姿勢を起こすと、彼は申し訳なさそうに眉を下げて唇を引き結んでいた。その顔を見れば、杉本がかつての発言を心から反省しているのが誰だってわかるだろう。私はいいのよ、と笑って返した。私は杉本に感謝してるのよ。杉本の目が驚いたように瞬いた。私はこれまで仕事一筋でやってきたけれど、家族のことは二の次になってしまっていたのよ。今は時代が変わったけど、昔は女性が正社員として働き続けることはすごく大変だったの。だから家庭より仕事を第一にしてしまって。でも、こうして夫との時間や趣味に使う時間を持てるようになって、今とっても充実しているの。あなたのおかげよ。ありがとう、と伝えると、杉本は何かを決意したかのように、ぎゅっと拳を握りしめた。俺、野口さんに教わった半年間は、すごく勉強になりました。それで、楽しそうに仕事をしている野口さんや他の人たちを見て思ったんです。自分が社長になったら、もっと福利厚生を充実させて、もっともっと社員が働きやすい環境にしようって。利益も大切ですが、まずは社員が充実していないとお客様に十分寄り添えないって気づかされました。全部野口さんのおかげです。本当にありがとうございます。そう言ってまっすぐな目をした杉本からは十分すぎるほどの熱意が感じられた。成長したわね、杉本くん。遠い昔、同じ目をした新人社員がいたなぁと懐かしい気持ちになる。彼は立派な頭取になったんだから、きっと杉本も負けず劣らず立派な頭取になるだろう。人生誰しも行き詰まったりうまくいかないことはある。それをプラスに捉えるか、マイナスに捉えるかは自分次第。どう転ぶかわからない未来でも自分の信念を貫けばきっと苦しい環境を抜け出すことができるはずだ。私は正社員を辞めてパートになったけれど、夫との時間を持てるようになって大好きな仕事と家族団らんが両立した楽しい日々を送ることができている。働いていた時はフルタイムで働くことを手放すなんて考えられなかったが、今ではむしろ手放せてよかったと思っている。定年を迎えるその時まで働ける幸せを大切にしながら、これからも自分のため、会社のため、何よりお客様のために精進していこうと思った。うわ、最悪。なんであんたがここにいるのよ。なんでって、義久の結婚前の挨拶だよ。義久は俺の弟だ。え？兄さん、知り合い？俺は弟の結婚相手とその親族との顔合わせで親代わりに義両親の家に来ていた。しかし、弟の婚約者の姉は貧乏という理由で俺をこっぴどく振った元カノだった。こんな貧乏人が親族になるなんて冗談じゃないわ。こいつ中卒よ。うちの親族に中卒の貧乏人がいるなんて知れたら恥ずかしくて表歩けないわ。なんでうちがこんなクズと親族にならないといけないの。私はこの結婚絶対反対。俺が中卒だからってあんまりな言い方じゃないか。隣の弟を見ると拳を強く握って震えていた。俺はもう弟に関わらない方がいい。そう思い席を立とうとすると、一人の高貴な男性が入ってきて、俺を見るなり言った。あなた様は。そして元カノは衝撃の事実を突きつけられ、全てを失うこととなった。俺は加藤直隆。元カノとは苦い思い出があった。俺の家は父子家庭だった。父は居酒屋を経営していたが、そのお店は不況の煽りを受けて倒産してしまった。俺が中学1年生の頃だ。その時には特に不自由なく生活ができていた。父が慣れない日雇いの仕事をしてお金を稼いでくれていたからだ。だがそんな父も体を壊してしまう。
それでも病のある体を引きずって働きに出ていく父。俺はそんな父の背中を見て高校へは行かずに働くことを決意した。弟の義久はまだ小学2年生。せめて弟には何不自由なく育ってほしい。俺も多感な時期だったのだろう。変なプライドがあって家の事情は誰にも相談できなかった。もちろん当時付き合っていたかな子にも。俺が進学せずに働くと伝えると彼女は喜んだ。何がそんなに嬉しいんだか。その時は大して気にもしてなかったが、働き始めてしばらくした頃、俺はその意味を知ることになった。直隆はもう働いてるんでしょ？それなら車でも買って毎日送り迎えしてよ。車なんて買えないよ。中卒の給料じゃとても。それにお金を貯めないと。私よりお金の方が大事なの？そういうわけじゃないよ。かな子のことも大事だけど、弟の学費、それに父が気兼ねなく病院に行けるぐらいの貯金をする。その目標がある俺には車なんて買っている余裕はない。直隆がそんなにケチだとは思ってなかったわ。車ぐらい買えばいいのに。無茶言うなよ。そんなお金はないよ。じゃあもう別れましょう。なんか直隆を見てると貧乏臭くて、なんかこっちまで惨めになっちゃうから。貧乏臭いだって？その言葉に俺はカチンときた。確かにお金はないけど、こっちはいろいろ頑張ってるんだよ。自分で働いたこともないくせに。俺は思わず声を荒げてしまった。ひどい！あんたなんか最低！せっかく付き合ってあげてたのに。二度と私の前に現れないで！走り去る彼女の背中を目で追う。怒りの感情はすぐに惨めさに変わった。お金がないだけでこんなに惨めなのか。直隆、苦労をかけてすまない。仕事を休みがちになった父が疲れて帰った俺に力なく謝った。父さん、俺のことなら気にしないで。俺がしたくてやってるんだから。身を粉にして働いてくれた父。父が元気になってくれることを祈りながら過ごす日々だった。しかし、人生とは残酷だ。父が亡くなったのはその3日後だった。父が亡くなって落ち込む義久。俺ももちろん落ち込んだが、義久の手前、気丈に振る舞った。ほら、できたぞ。適当な野菜を煮込んだだけの名前もない料理を作ってテーブルに並べる。いただきます。義久が力なく箸を口に運ぶ。父さんは料理がうまかったもんな。俺のこんな料理じゃ元気を出せって方が無理か。義久、何が食べたい？何でも作ってやるぞ。ハンバーグ。そうか。父がよく作ってくれていた大きいハンバーグ。よし、俺が父さんよりうまいやつを作ってやるよ。俺は見栄を張った。作り方や詳しい材料なんて知らない。だが、当てはある。俺が働いている先はレストランだ。皿洗いから始めた見習いだが、今はやっと仕込みの手伝いぐらいはさせてもらえるようになった。いつかは一人前の料理人になる。それを目標に頑張っている。厳しい先輩たちにハンバーグの作り方を聞くのは億劫だが、弟のためだ。頼み込んで教えてもらおう。先輩に教えを請うと案の定怒られてしまった。お前にはまだ早い。仕込みもまだ十分にできない半人前が簡単に作れるようなものじゃない。先輩の指摘はもっともだ。普段ならここで諦めるが、今日ばかりは引き下がるわけにはいかない。断る先輩に何度も頭を下げる。うるさいぞ。片付けの邪魔だ。お客様に出したいわけじゃないんです。実は、俺は初めて家庭の事情を人に話した。そうだったか。頭ごなしに怒ってすまなかった。それなら今日の営業が終わったらここで教えてやる。オーナーシェフには話を通しておくから。本当ですか？ありがとうございます。よかった。教えてもらえる。店の片付けをしていると買い物袋を下げた先輩がやってきた。
家庭用だろ。店とは手に入る材料も変わってくる。なるべく環境に合わせないとな。ちょっと待ってろ。オーナーシェフを呼んでくる。オーナーシェフ？なぜ？先輩は本当にオーナーシェフを呼んできた。準備はできたか？よし、始めよう。ハンバーグはなかなかに奥が深い。俺が2人に教えよう。1回分の材料しかないから、一瞬たりとも気を抜くなよ。いつも教えてもらう立場とはいえ、それがオーナーシェフとなると話が違う。俺にとっては雲の上の人だ。そんな人がスーパーの材料で料理を直々に教えてくれると言っている。いやが応にも気が引き締まる。張り詰めるような緊張の中、俺は先輩と共に必死にメモを取りながらオーナーシェフの動作を目に焼き付け、言葉を心に刻んだ。終わって店を出る頃には疲労感はいつもの3倍だった。だが俺は何度も頭の中で反芻し、必死に記憶に留めながら帰路に着いた。次の日、オーナーに教えてもらったハンバーグを作ると、弟は美味しい美味しいと口いっぱい頬張って食べてくれた。よかった。これで少しは義久の気が紛れただろうか。俺はそれから人に喜んでもらえるような料理を作りたい一心でレストランで働き続けた。その甲斐もあって弟が高校を卒業するまでに大学の学費もたまった。なんとか間に合ってよかった。が、これで貯金もほとんどなくなるな。安堵する俺に義久は一人暮らしをしたいと言い出した。義久の入居費用、これを払えば本当に一文無しだ。弟に俺のような惨めな思いをさせたくない。弟に大学近くのアパートを借りてやった。義久がアルバイトを始めて自立しだすと会うことも少なくなった。年末年始も友達と過ごすという。それは少し寂しかったが、男兄弟だとこういうものなんだろうな。弟は無事に大学を卒業し、大手企業に就職した。世間知らずの俺ですら名前を聞いたことがある会社だ。俺は安心した。義久は立派に自立して自分で生きていけるようになったんだ。もう兄としての役目は終わりだな。そう感じていた。だが仕事を始めてからの義久はちょくちょく俺を気にかけてくれるようになった。今まで当たり前みたいに兄さんに甘えてきたけど本当にありがとう。働くことの大変さを知ったのだろうか、律儀にも俺に頭を下げる。水臭いな。兄弟だろ。俺はお前の兄だ。当たり前だ。そう言って笑い飛ばしたが、この時俺は心底報われた気がしていた。今までの苦労、裕福な家庭には到底及ばない生活。それでも義久の笑顔が俺を支えてくれた。義久は俺の自慢の弟だ。そんな義久から衝撃的なことを聞かされた。なんと結婚するという。そんな相手がいるなんて今まで教えてくれなかったのに。驚いたことに高校生の頃からずっと付き合っていたそうだ。いきなりでごめん。兄さんの手前言い出しにくかったんだ。確かに俺は30歳で独身、彼女もいない。中卒で仕事漬けの日々。片や25歳の弟は大企業の正社員。それに結婚となれば弟なりに気が引けるんだろうな。俺は向こうの両親の家に招待された。義久の彼女はどうやらいいところのお嬢さんらしい。というわけで兄さん、相手の両親への挨拶来てくれるよな。俺は迷っていた。俺と義久の今の境遇はあまりにも違いすぎる。こんな兄がいると知ったら相手側もいい気がしないだろう。一人で行けよ。お前ももう自由なんだ。俺なんかに構っているより自分の幸せを優先してくれ。俺がいない方がきっと印象はいいから。もう俺に構うな。何言ってんだよ。珍しく。というか、初めて義久が俺に声を荒げた。思わず驚いて義久に向き直った。兄さん、実は昔からうすうすは分かってたんだ。兄さんが大変な思いをして俺を育ててくれてたって。それでも俺も子供だったから
いろんなわがままを言ってしまった。でも兄さんは怒ったりせず、笑って何とかしてくれた。俺ももう大人だ。それがどれだけ大変だったかわかる。大学の費用だって、一人暮らしの費用だって、身を削る思いで貯めたお金だったんだろ。確かにそうだ。俺だって悩んだよ。大学には行きたかった。兄さんに苦労をかけ続けて自分だけって決めたんだ。立派になって兄さんに恩返しをしようって。だから俺に構うななんて言わないでくれ。俺たちたった二人の家族だろ。兄さんは俺の自慢の兄だ。思わず目頭が熱くなった。これからも兄さんなくして俺の人生はありえない。だから向こうの両親への挨拶来てくれよ。立派になった弟の足を引っ張りたくない。俺なんかが。何も悩むことなんてないだろ。俺を育ててくれたんだ。胸を張って来てくれよ。わかった。行こう。よかったよ。俺の返事に義久は心底安心しているようだった。慣れないスーツに身を包み、義久と義両親の家を訪れると、それはなかなかの豪邸だった。3階建ての立派な一軒家。駐車場には高そうな車。義久も少し緊張しているみたいだった。少し震える手で呼び鈴を押す。静かにドアが開き、おとなしそうなお母さんが丁寧に迎えてくれた。俺たちはどぎまぎしながら靴を脱ぎ、案内されるままにリビングへと通される。ようこそ。さあさあ、どうぞ。お父さんはおとなしそうなお母さんによく似合う白髪混じりの優しそうな人だった。広いリビングのソファーに座るも、肝心の弟の婚約者がいない。今姉を呼びに行っておりますから。待つこと数分、リビングの扉が開く。そこにはいかにも上品で綺麗な人がいた。この人が義久の婚約者か。やっと弟の婚約者の顔を拝めた。が、不意に既視感に襲われる。どこかで会ったような、いや、初めて会うはず。その不思議な感覚の正体は数秒後に明かされた。義久の婚約者のゆりさんの後に続いて姉が姿を現した。ごめん、お待たせ。ゆりの婚約者ってどっちの人？そうやって俺と義久を見比べるその人は、なんと俺の元カノのかな子だった。さすがは姉妹、面影がよく似ている。お姉様ですか。ゆりさんとお付き合いさせていただいています加藤義久です。あれ？あんた直隆じゃない？挨拶をする弟を無視してかな子は俺に話を振った。久しぶり。うわー、最悪。なんであんたがここにいるのよ。なんでって、義久の結婚前の挨拶だよ。義久は俺の弟だ。え？兄さん知り合い？ちょっとな。これは気まずいことになった。まさか義久がかな子の妹と付き合ってるなんて。かな子も気まずそうに座って顔合わせに加わった。簡単な自己紹介と天気の話なんかをしながら緊張も少し解けてきた時、岐阜が何気なく俺に尋ねた。ところで直隆さんは何のお仕事を？レストランの料理人です。まだまだ勉強中ですが。そうですか。立派なお仕事ですね。にっこりと微笑む岐阜。そこでかな子が口を挟んできた。どこが立派なお仕事なのよ。こらこら、やめなさいかな子。失礼なことを言うんじゃない。失礼も何も。だってこいつは中卒よ。高校も行けなかったんだから。よしなさい。義母もかな子を止めるが、かな子は止まらなかった。あんたと付き合っていた時は本当に惨めだったわ。働いてたくせに貧乏くさくてさ。まあ飲食関係なら今も同じぐらいの生活レベルってわけね。姉の高笑いに義久が拳を握りしめる。怒りを感じている義久に俺はヒヤヒヤした。
中卒だとその年まで一生懸命働いてもそれが限界なんだ。なんてことを。立ち上がろうとする義久を俺は慌てて手で制する。俺たちの昔の話なんてもういいだろ。今日はゆりさんと義久の2人が主役だ。俺を罵りたいなら後でいくらでも罵っていいから。嫌よ。あんたみたいな人と親族になんかなりたくない。私はこの結婚反対。かな子は不機嫌そうにそっぽを向いた。私はいいと思うけど。義母が恐る恐る口を開く。何考えてるのよ。お父さんは？特に反対はしないが。呆れた。こんな貧乏人が親族になるなんて冗談じゃないわ。いい男っていうのはね、私の夫ぐらい一流のところで働いてないとね。私の夫はあんたみたいな雇われの料理人風情とは格が違うわよ。一流ホテルの支配人なんだから。あんたみたいな人間をこき使う側ってわけ。お姉ちゃん、いくらなんでも失礼よ。そうだ、兄さんに向かって。やめろ義久。俺はまた義久を制する。ゆりは黙ってなさい。いい？桐谷家の親族に中卒の貧乏人がいるなんて知れたらお父さんにも迷惑でしょ。お父さんは一流の証券マンなんだから、そういう噂は良くないわ。かな子、俺の話はもういいだろ。義久は立派になって大企業に勤めている。将来は安泰だ。それでいいじゃないか。それに俺も今後は関わらないようにするから。そう言いかけたが、義久に言われた言葉が脳裏をよぎり、言葉を飲み込んだ。よくないわよ。私は絶対に反対。そうだ、夫ももうすぐ着く頃だから夫にも反対してもらおう。そう言ってかな子は電話をし始めた。もう近くにいるみたいだからすぐ着くって。あんたと違って気品のある人よ。まあ、あんたが弟さんと絶縁するならこの結婚も考えなくもないけどね。絶縁？その言葉を聞いた弟はもう我慢の限界だった。俺の制止する手を振り払い、声を荒げた。とんでもない。兄さんと絶縁なんてできるわけがない。あら、あなたもゆりのことより自分のことを優先するの？あなたの愛情ってその程度？兄弟揃ってろくでなしね。もしかして財産目当てかしら？そういう問題じゃない。ゆりも本当に愛しているし、兄さんも心から尊敬してる。それに比べてあなたは。落ち着け義久。最悪の顔合わせだ。やはり来なければよかった。俺のせいでこの結婚はもしかしたら。義久、本当にすまない。一触即発といった空気が流れる。誰が口火を切るか。お互いが様子を見合う緊迫した空気の中、呼び鈴が鳴った。あ、きっとケンジさんだわ。夫は人を見る目があるからきっと分かってくれるわ。お父さんもお母さんもゆりもケンジさんが何て言うかよく聞いておくといいわ。そう言って玄関に夫を迎えに行った。兄さん、ごめん。なぜか義久が俺に謝ってくる。謝りたいのは俺の方だ。ゆりさんも今にも泣きそうな顔をしていた。すみません、遅くなりまして。紹介するわ。こっちがゆりの婚約者の義久さん。大企業にお勤めらしいけど。ああ、どうも。かな子の夫のケンジです。おや？ああ、そっちはただの中卒の貧乏人よ。その人の弟さんは多分財産目当てでゆりをたぶらかしてるの。そこまでしてお金が欲しいとか本当に引くんですけど。かな子、もう見ただけでわかるよね。安っぽいスーツでさ、なんか底辺って感じ。私たちは住む世界が違う人？かな子。ねえ、あなたもそう思うでしょ？そんな人間と親族になって仲良くやっていけると思う？どうせ借金の肩代わりとかさせられて私たちに迷惑をかけるに決まってるわ。自分のことしか考えないような品格のない人間。かな子の悪態はとどまることを知らなかった。何としても俺の印象を最悪にしたいらしい。だいたいこの家の敷居をまたぐこと自体が非常識なのよね。普通は身分が違うからって遠慮して。バンと突然机を叩く大きな音がした。
音の主はケンジさんだった。いい加減にしろ。直隆さんになんて失礼なことを。物腰の柔らかそうだったケンジさんが鬼のような形相になっている。かな子は驚いて声も出ない様子だった。うちの妻が大変に失礼なことを。申し訳ありません。ケンジさんはその場で俺に土下座をした。顔を上げてください。俺は慌ててケンジさんの肩を抱えて体を起こす。そうよ。こんな中卒の料理人なんかに頭を下げるなんて。直隆さんはシェフだ。今度うちのホテルにも監修にお呼びしている一流のシェフだぞ。彼の料理を食べるために世界中から人が来るんだ。そんな人に向かってよくもあれほど失礼なことが言えたな。いや、一流だなんて俺もまだまだですよ。ご謙遜を。本音を言えばあのお店から引き抜きたいぐらいだ。あの店、俺がずっと働かせてもらっているレストランだ。思えば皿洗い時代からもう14、15年になるか。中卒の俺を雇ってくれたレストラン。オーナーシェフは俺にとって親父みたいな人だ。厳しくも優しく俺に料理を教えてくれた。オーナーシェフももう年で、シェフの下で修行をした人たちはどんどん独立していった。だが俺はオーナーシェフも好きだったし、何より恩がある。独立は考えていないし、ずっと店を支えていきたいと思っている。オーナーシェフも将来は俺に店を継いでほしいと言っている。レストランの視察であなたの料理を食べに来た時、私は感動しました。事実、うちの料理長も絶賛していた。俺はケンジさんのところの料理長とは親しい仲だ。ケンジさんが料理長を連れてきた時に、料理長は俺に技法を尋ねた。どうやって作っているのかと。俺はオーナーシェフに相談した。独自の技術やノウハウはいわば企業秘密みたいなものだ。幸せは一人で独占するものじゃない。みんなで共有するものだ。オーナーシェフのその言葉に俺は料理の真髄を見た気がした。レストランの閉店後、料理長とキッチンで実際に料理を作りながら教えた。俺が受け継いだ知識と技術を惜しみなく分け与えた。彼も同じように俺にない知識や技術を教えてくれた。俺と同じぐらい料理に熱心な彼とはいい友人になれた。年下の俺を師匠と呼ぶのには気が引けているが、こんな妻がいると縁談も進まないでしょう。連れて帰ります。大変に申し訳ありませんでした。かな子、行くぞ。嫌よ。私は間違ってない。ゆりの幸せはどうなるの？お姉ちゃんなんか大嫌い。もう出て行って。今まで黙っていたゆりさんが声を張り上げた。ゆり、ほら、かな子、行くぞ。帰って大事な話がある。君がそんな人だったとはな。人を学歴や職業、年収で差別するなんて最低だ。もう君とは一緒にいたくない。ちょっと待って。かな子はケンジさんに引っ張られながら家の外へ連れて行かれた。いやはやお恥ずかしい限りで。義父が困ったような顔をしている。かな子は箱入り娘だったそうだ。大学卒業後も就職せず、知り合いの紹介で結婚し、そのまま専業主婦。今までアルバイトの一つもしたことがない。不出来な娘が大変に失礼なことを。私たちは当然、ゆりと義久さんの結婚をめでたいと思っております。直隆さんさえよければ。いいも何も、それは弟たちが決めることだ。直久、本当に彼女のことを大切にできるか。そう聞こうとしたとき、義久はゆりさんの肩を優しく抱いていた。姉のひどい物言いにショックだったのだろう。すすり泣く彼女を優しく支えている。その姿はなぜかとても美しく思えた。後日、俺のレストランで改めて両家の顔合わせをした。もちろん、かな子は抜きだ。縁談は無事に進み、式の段取りの話になる。式はケンジさんのホテルで行うことになった。お詫びにと相当よくしてくれるそうだ。かな子は離婚を切り出されているらしい。甘やかしすぎました。私たちのせいです。
そう落ち込む義両親には何と声をかけていいかわからなかった。現在、かな子は健二さんと別居中だ。感動同然で家から出され、仕送りもなく一人暮らしをしている。もちろん、健二さんからの経済的な援助もない。困窮して泣いてすがるかと思いきや、最初は息を巻いていたそうだ。一人で生きてくぐらい簡単よ。みんな大げさだわ。そう言ってなんとスーパーのレジ打ちのアルバイトを始めたらしい。少しは人生の大変さを知ってもらう。それがケンジさんからの復縁の条件だそうだが、あのかな子がうまくやっていけるかは不安だ。案の定、1ヶ月もしないうちに助けを求める電話がかかってきたそう。仕送りを無心するも、その金額は常識外れ。反省の色が全く見えないということで、ケンジさんはまたこっぴどく彼女にお説教をしたようだ。それから半年後の結婚式当日、久しぶりに会ったかな子は随分とおとなしくしていた。今の生活がよほど応えているのだろうか。そして弟の結婚式からわずか1ヶ月後、かな子は離婚を切り出されたという。いい環境に生まれて、たくさん勉強して大学に行って、いい人と結婚する。それだけ見れば、かな子の人生は幸せそうだ。だが、それだけじゃわからないことがたくさんある。幸せが目の前にあっても、それに気がつけないと幸せにはなれない。幸せは当たり前じゃない。だからこそ、人は今を大事にして生きている。俺もそうだ。俺は人に幸せになってもらいたい。俺にとっての幸せは誰かの笑顔だから。今日も俺は厨房に立ち、誰かの幸せのために腕を振るう。